ただいま。あれ、キッチンから物音。浅村くんかな。次はこうしてと。何を作ってるの？ああ、綾瀬さん、ちょっと試してみようと思って気になることがあってさ。何が？料理のレシピの難解さ、少々とか一つまみとかの曖昧さについて。ああ、確かに慣れないと不便だと思う。少々って言われても私も昔はわからなかったし。でも慣れればそんなことも。ストップ。陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。少々って言われても私も昔はわからなかったし。でも慣れればそんなことも。ストップ。ほら、前にさ、現代文で綾瀬さんが悩んでたことあったでしょ？あ、うん。それと同じだと思うんだ。同じ？綾瀬さんだってたくさんの小説を読んでいれば曖昧だと思っていてもそれなりの答えが返せたと思う。料理の試行錯誤も同じなんじゃないかな。料理に再テストはないけどね。実験と失敗を重ねて正解を目指すのは同じだよ。実験？料理に似合わない物騒な単語だけど、何作ってるの？チャーハン。王道だね。実験って言うからとんでもな料理を想像してた。チャーハンのレシピをネットで漁ってみたら、塩コショウを2つまみって書いてあってさ。なるほど。2つまみはちょっと曖昧だね。でも塩も胡椒も用意してないみたいだけど。そこだよ。入れるから曖昧なままなんだ。どういうこと？素人は調理の時曖昧に入れた量なんて食べるまで覚えてないよね。もしかして入れないつもり？でもそれはさすがに。調べたら料理の計量の最小単位は小さじらしくてさ、一つまみも少々も小さじで計量できないほど少量って意味らしいんだよね。つまりメモリの0と1の間に答えはあるってことかなと。ああ、うん。言いたいことはわかる。だからあえて塩コショウを入れずに0から始めると。0のままで美味しければ問題ないし、小さじ1ずつ用意した塩と胡椒を少しずつ投入して、その都度味見すれば一つまみをつかめるでしょ？そうなるかも。確かに。0から1に少しずつ近づけていけばどこかに最適があるはずだから。どうしたの？曖昧を許さずに答えを導こうとするなんて、0か1かで割り切れる関係を目指してる私たちそのものだなって。綾瀬さん、見つかるといいね。0と1の間。今日も見てくれてありがとう。小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。ところで浅村くん、理屈は分かったけど1になるまで足したら高血圧まっしぐらだからね。ああ、気をつけます。